今日もスーパーに来ました。するとなんとカエルあんこうが売ってました。究極極限の運命を感じたので購入して家族にしていきたいと思います。はい、帰ってきました。今回はこのカエルあんこうちゃんたちが売っていたので家族にしていきたいと思います。前回あんこうの飼育に失敗してしまったので近い種類ですがリベンジです。もうあんこう鍋には絶対にさせないからね。カエルあんこうはですね、黄門カエルあんこうっていう種類が最大45センチぐらいで、でかいやつはスーパーにたまに売ってるけど、今回の子は普通のカエルあんこう、最大15センチ程度でサンゴ礁周りや岩場砂地の根回り、浅場にも多くて身近な海の幅広い場所にいるお魚です。こっちの子はウルマカエルあんこうですかね。ウルマとは沖縄の言葉でサンゴの島という意味。サンゴ礁によくいるカエルあんこうちゃんです。てかさ、この子たち個体によって全然色が違うでしょ。実はカエルあんこうちゃんたち同じ種類でも黄色や赤色、黒など体の色が全く違うんです。これは周囲の景色に溶け込むためで、住んでる環境に合わせて少しずつ色を変えていく。ただしカメレオンのように一瞬では変えれなくて、数週間から数ヶ月かけて色を変えてきます。あ、待ってたー、やばいなこれ。このでかいカエルあんこうちゃん、体中に白い点がついてるでしょ。これね、海水魚飼育で最も有名な病気の一つ、白点病です。この白い点々が寄生虫でクリプトカリオンイリタンスっていう野郎どもなんだけど、魚の体に取り付いて栄養を吸い取って限界まで来ると別の病気の二次感染もあるのよね。うわー、この子マジでめっちゃ大量に寄生されとるやん。いやこれ人間で言ったらさ、全身粉砕骨折レベルよ。海水の白点病は淡水の白点病と全く別物で、水温を上げても全く治らないのでそれが厄介。もう一匹の方のカエルあんこうちゃんも寄生されとるわ。よし、この子たち今から薬浴していきます。カエルあんこうちゃんたちは鱗がなくて皮膚が弱いからあまり長い期間薬浴はできないけど、お薬はこちらグリーン F ゴールドを使っていきます。これは通販などにも売ってて、魚を病気にする原因の菌をぶっ倒す力を持ってる薬です。基本は細菌性の感染症に対して広い効果が期待できるんだけど、白点病にも効きます。白点病は薬を入れた瞬間に治る病気じゃなくて、今見えているこの白い点、これは寄生虫が皮膚の中に潜り込んでいる状態だから、この状態の寄生虫には全く薬効かないのよね。寄生虫が成長しきって魚から離れたタイミングや、魚に寄生するために泳ぐタイミングを狙って長い期間薬浴治療していきます。ちょっとお前ら、カエルのあんこにならないためにも一緒に頑張ろうぜ。まずはね、さっきよりも水量が多い水槽にカエルあんこうちゃんたちを移していきます。はい、カエルあんこうちゃんたち大きい水槽に移しました。そしてさっきまでね、カエルあんこうちゃんたちが入ってた水槽に新しく新鮮な海水を入れました。グリーン F ゴールド規定量の半分 0.5g をね、ここに溶かしていきます。これを絶対治れとおまじないしながらかき混ぜていく。そしたら最後点滴法で徐々にお水合わせしていく。こっちのお薬が入った海水をこっちにいきなりぶち込むとあんこうちゃんたちがショックを起こすかもしれないからね。いきなり北極行ったら寒いじゃないですか。北極行く前に冷凍庫の中に体全部入れて、それで北極行ったら寒くないんです。まずチューブの端っこをこっちの水槽に入れまして、あとはこっちのつまみの方の道具のこの穴が開いてる部分をお口で吸うと、このチューブ内の中の空気が抜けて重力でここまでねお水が落ちてくるんで、そんな感じでやっていく。はい、今お口から吸って出ました。そしたらつまみをもう少し絞って、これで徐々にお水合わせしていく。はい、全部薬入れ終わりました。白点病には銅イオンなどの強力な治療法もあるんだけど、あんこうちゃんたちの体力が落ちてきてる今、銅イオン系の薬剤を使うと負担がでかすぎるから、この薬で細菌感染と皮膚の炎症を抑えつつ白点病を弱らせて水替えも頻繁にしてやっつけるぜ。てかお前らキスするんじゃないよ。ああ、しばらくね薬浴が続くんで、あとはこの子たちの生命力を信じます。じゃあね、今日は一旦寝かせます。おやすみ。はい、みんなあれから1日経ちました。カエルあんこうちゃんたちどうでしょうか。ちっちゃいカエルあんこうちゃんは白点がたくさんついていて、ちょっとね気になるのが頭部に水ぶくれができてるんですよね。これは細菌性の皮膚病か、水中の溶存酸素量が多すぎると血管やヒレに気泡が溜まってこんな感じに水ぶくれのように膨らむことがあって、命に別状はないんだけど弾けた時に皮膚にダメージがいく可能性があるので、僕がちょっとエアレーション強すぎたかもしれません。もう少しねエアレーションをね絞ります。いや、生き物飼育難しいですね。酸欠にならない程度にエアレーションをね弱めました。ウルマカエルあんこうちゃんは気泡とかはできてないです。一番白点病がひどい子は頭部に気泡できちゃってるね。あと寄生虫もまだたくさんついてます。一旦お水を清潔にするために水替えしていきます。
そしたらあとは昨日と一緒、新鮮な海水にグリーン F ゴールドを溶かしたものを点滴法で入れていく。ちょっと待って、みんな見て、うるまカエルあんこうちゃんの左胸びれからマヨネーズみたいな寄生虫出てきたんだけど、これ絶対マヨネーズ、これ絶対寄生虫だよね。もしかしたら体内にいた寄生虫が嫌がって体の外に出てきたのかもしれないけど、何らかの効果が出てきてると思います。とにかくこの子たちがいる海水を清潔に保って、あと薬浴をずっと続けても体力が落ちるばかりだから、しばらくしたら餌もあげて体力をつけさせたい。はい、水の入れ替え終わりました。そしたらいよいよ餌をあげていきます。基本ね、カエルあんこうちゃんは生き餌しか食べない贅沢な子たちなんだけど、普通のこういうアジの切り身でもピンセットとか釣り糸を使って目の前で揺らしまくれば捕食スイッチが入って食べてくれることがあるんです。このぶっとい糸、ちなみにこの動画で使った糸なんだけど、この動画まだ見てない人マジで見てみてください。ってな感じでアジの切り身からあげてく。反応してないか、どうだ、ちょっと餌大きかったかなこれ。逃げてるお前らそんな仲良く避けなくても。ちょっと待って、みんなさすがにね、この糸太すぎたわ。見切られてたもん完全に。よし、次はリベンジや。もうちょっと細い糸で餌もさらに小さくしていく。リベンジいくで。なんだその顔。お前の捕食スイッチは俺じゃ入れられないってことか。どんぶりアタック、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 どん。よっしゃ、アジは全く食わなかったから、次は生きてる餌よ。こちらハゼの赤ちゃんです。栄養満点な餌。他にも生きてる餌はイソスジエビなんかが適役です。カエルあんこうちゃん、本来は頭についているこの棒みたいなやつ、エスカと呼ばれる疑似餌で魚をおびき寄せて捕食します。実はこれもともとは背びれの一部が進化したもので、長い年月をかけて変化し、まるで釣り竿のような形になりました。さらに深海にいる仲間のアンコウとなるとエスカが光る種類もいます。じゃあみんないよいよハゼ入れてきます。おー、いった、待って、みんなやばい。一瞬さエスカ振ったよねこの子。食ってないよねまだ。食った待って取れてなかった。まさか待って、俺5匹入れたよね。待って、みんな最悪。長回ししてたはずなのに。映像確認しても5匹ハゼ入れたんだけど、今なんと4匹しかいません。この一番ちっちゃい子がハゼ食べてました。ちょっとみんなこの映像見てほしい。エスカ振った瞬間、口の隙間から一番ちっちゃいハゼの尾びれが見えるんだよね。ほらこれ尾びれ見えてるでしょ。待って、食ってたよみんな。やったよみんな。このちっちゃい子が弱ってる中、ハゼちゃん食べてくれました。カエルあんこうの口が開く速度は約 0.006 秒。口を一気に広げて周囲ごとバコーンでバキュームして吸い込むから、ハゼちゃんは逃げられなくて、この口にねダイソンのように吸い込まれたと思うんだけど、いやこのね一番重症な子がちょっと心配だけど、この子もね飯食べてほしいね。ハゼちゃん1匹食べたらそれなりにね体力つくと思うんだよね。みんなあれから2日経って今緊急でカメラ回してるんだけど、ハゼが1人もいなくて、この子たちみんなハゼ食ってくれました。大量のハゼちゃんが消化された後のうんちが転がってる。おお、いやカエルあんこのうんちあんまうまくなさそうやな。今までで一番うまかったうんちはヤシガイのモンブランのうんち。そしてこの子たちのさ体表を見てみると、白点病が初日よりかなり少なくなってますよね。ほら全然いなくない？このちっちゃいカエルあんこちゃんも今ね全然ついてなくて、この子も今体表に炎症とかもなくて白点病もついてないです。でもみんな今は見えてないんだけど、実はこれまだ治ってないんです。これは寄生虫の一時的なライフサイクルで、目に見える白点は今いないんだけど、成長しきった寄生虫が魚から離れてこの水中に散らばってまして、体内とか水中にはまだたくさんいるんだよね。寄生虫が成長したらまたこの子たちの体表に出てくると思いますけど、この子たち定期的な水替えによって寄生虫が今ね最初の初期段階より絶対に減ってるし、最初にあった水ぶくれとかもさ今は全くないですよね。確実に体調の方良くなってると思います。はい、じゃあねまた水替えしていく。また新鮮な海水を今ねこっちの方に入れてます。まだこの子たちやっぱり寄生虫もたくさんついてるから容体も不安定なんだけど、全員の回復を信じて今からこの子たちのお家専用の水槽で作っていこうと思います。今回あんこうちゃんを入れていく水槽は45センチのオーバーフロー水槽です。オーバーフロー水槽はいろいろなネットサイトに売ってまして、価格はこのサイズなら2から3万円ほどですね。普通の水槽と違って下にねろ過槽っていうろ過専用のお部屋があるから、水量も多くて水質が安定するっていう特徴があります。そうしましたら水槽のお水がこっからまず下に落ちてくるんだけど、一番最初に水が落ちる部分にこのねウールマットっていう大きな汚れを取ってくれる白いモフモフ入れていくわ。ゴーゴー家が水族館、ゴーゴー家が水族館。その次にここにろ過剤を入れていくんだけど、まずは先にここに海水を入れていきます。はい、じゃあみんな今からね水ラーメンチャンネル1のね名物人工海水作りをやっていこうと思います。
ピー。この人工海水は100リットル作れて1000円ぐらいで一番安い人工海水ね。人工海水って今100均にまで売ってまして、水道水にこのね塩を溶かすだけで簡単に海水が作れるものなんだけど、今回前回の動画でお話しした世界一高い人工海水買ってみました。意外と量あって20キロぐらいこれで入ってるんですけど、20キロで3万円でした。他にもこれも結構高かったんだけど、Bソルトってやつとこのコーラルプロソフトっていう人工海水もバケツ1杯で7000円ぐらいしたかな。結構ね人工海水ピンキリで、高いやつほどそのいい成分がたくさん入ってて、安いやつほどその微量元素が少ないっていう感じなんだけど、今回せっかくなんでこの一番高い人工海水使っていこうと思います。じゃあまずはバケツにお水を丼アタック。お水を張りましたら、いよいよこの人工海水を入れてくわ。いやめっちゃ緊張してきた。丼アタック。うわ、これが3万円の人工海水か。なんか柔らかい気がする。マシュマロみたい。舐めてみます。はい、じゃあ人工海水入れてきます。じゃあかき混ぜます。はい、ある程度かき混ぜ終わりましたら、次はこちらね、比重計をこのね水の中にぶち沈めて海水から上げると、このね海水の比重、要はね塩分の濃さがわかるんですよ。こうやって見ると 1.018 ですね。今回はこの 1.022 あたりにしたいので、もうちょっと人工海水を足したら完成。よいしょ。じゃあね海水入れてきます。やばい、アップでこれが倒れたらもう目が当てられません。これガラスだからもう弾け飛んで、もう朝までドカ打つ。危ねえ。よっしゃー。はい、そして皆さんまた、おお、びっくりした。で、あとろ過槽のところにねまだ水が入るんですけども、であとは最後仕上げにこっちの旗水槽のお水をこっちの空いているろ過槽のスペースにぶち込んできます。元からある水槽の完全にできたお水を使うことで、こっちにもバクテリアが早く定着します。海水を全部入れ終わりましたら、最後こちら粗めのサンゴ砂をろ過剤として入れていく。サンゴ砂って多孔質でバクテリアがこの中にね住み着きやすくて、お水をすごいきれいにしてくれます。で、もともとこのサンゴ砂はタコ茶の水槽で使っていたものを借りたので、もうねバクテリアがねついてる状態ですね。そうしたら細かいサンゴ砂をそこにね敷いていきます。今回はマジで薄く敷いていく。底砂は薄い方が管理もしやすくて病気も蔓延しにくいので、カエルアンコウちゃんみたいな肉食魚を飼う場合は底砂は敷かないか、本当に薄く敷くぐらいがいいかな。でもね底砂を敷くことでこのね砂利にバクテリアが住み着いて水質が安定したり生き物も落ち着く効果があるから、メリットもしっかりあるんです。あとはいつものライブロック。通販やアクアリウムショップで売ってる水質をきれいにしてくれるバクテリアがたくさんついた石です。あとこちらの海藻、僕がめっちゃ大好きな海藻で、もつれミルっていう海藻です。どんな水質でも育つし可愛いし、たくさん成長してくれる最強の海藻です。今海ぶどうともつれミル入れてるんだけど、こんな感じで海藻を入れると水質浄化作用もあります。海藻ってめっちゃいいからね。はい、みんな水槽完成しました。この瞬間が一番楽しいです。ワクワクする。実際にカエルアンコウちゃんがいる環境は本当にこんな感じの環境にいるんで、カエルアンコウちゃんもリラックスしてこの中で過ごせると思う。ちょっと待って、みんなやばい。ウルマカエルアンコウちゃんが皆さん、治療開始6日目にしてウルマカエルアンコウちゃんが亡くなってしまいました。お水は毎日入れ替えて完璧な状態にしておいたので、もともと体力が弱っていて命尽きてしまったのかもしれません。いやもう本当に悲しいです。生きてたら親友、死んだら食材。おー、いただきます。待って、みんなやばい。久々にえずいた。なんでだろう。口の中いっぱいにグリーン F ゴールドのなんか味が広がる気がする。グリーン F ゴールドって発がん性があるから養殖業とかでは使っちゃいけなくて、グリーン F ゴールドを使ったお魚は食べないようにしてくださいね。本来は美味しいお魚のはずなのに、病気とグリーン F ゴールドが相まって半端ねえ。ごちそうさまでした。食べれば食べるほど舌が慣れてきて、最終的には美味しかったです。というわけで悲しいことにカエルアンコちゃん2匹になってしまいました。今日でもともと薬浴期間は終了でして、見てもらったらわかると思うんだけど、だいぶこの子たちのね体の炎症もなくなってきたんだよね。今からこちらの水槽にお引っ越しをして、より安定した環境でラスト治療していこうと思います。それではさっきと同じ点滴法でメインの水槽のお水を少しずつこの中に入れて、この子たちの体を慣らしていきます。しゃ、水合わせ終わりました。では早速この中に入れていく。そう、はい、さ
そうそうそう、いい子いい子いい子、ありがとう。カエルアンコウちゃんは水槽などに入れるときに絶対にお水を外から出さないでください。この子たちをお水を外から出しちゃうと体内にね空気を取り込んでしまって体の中から空気を出すのが下手なもんだから、そのまま空気が抜けなくて体力がどんどん弱って死んじゃうんですよね。だからこのまま入れてきます。いったー、カエルアンコウちゃんたち入りました。体が大きい子はちょっと呼吸が早いんですけど、おお、あくびした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 、口でっか。おお、待って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 、おお、なんかそう速報倒立回転してる。間違えた、速報倒立回転じゃないかなと。これカエルアンコウちゃんって泳ぎが下手だから待ち伏せで獲物を捕まえますよね。なので海底で体を支えたりする能力がとても発達しました。その結果胸びれや腹びれが他の魚よりも丈夫で海底を歩くように移動できるようになったんです。ちょっとね大きい子の方が呼吸が荒いのと早く環境に慣れさせてあげたいんで、今日はライトを消して一旦ね1日様子見ていこうと思います。じゃあね、カエルアンコウちゃんたちおやすみ。はい、カエルアンコウちゃん寝かせてる間に前回の動画で飼育したハリセンボンのその後を報告したいと思います。ドンブレアタック。あの後結局ハリセンボンちゃん白点病出てしまいまして、今闘病生活6日目ぐらいになります。餌はたくさん食べてるのとまだこんな感じで動き散らかしてるからちゃんと治療すれば治ります。そして前回の動画でこの子のお名前募集したんだけど、たくさんのねコメントありがとうございました。この子のお名前発表します。春菜に決まりました。春菜か春かで迷ったんだけど春菜に決まりました。角野卓造じゃねえよということで、皆さん卓造の応援引き続きよろしくお願いします。頑張って病気治すからね。はい、あとはうちで飼ってるロブスターの水替えもしていきます。定期的にこんな感じでゴミも取らなきゃいけない。あとバカデカうんちするからね。あんたそれ餌じゃないよ。おー、立派立派。いやみんなロブタンでかくなったっしょマジで。一回脱皮してからね。であとはバケツに新鮮な海水を張ってロックアイスで冷やしながら点滴法で徐々にまた水を足していくといった感じで。はい、今日叩きにあげてる餌は俺が釣ってきた東京湾の金アジ。ウツボも飼ってみると本当に可愛いからね。みんな食え。詰まっちゃう頑張れ。おお、この子はセミエビのミンミンですね。美味しいしやっぱね伊勢エビとかゾウリエビよりプリプリっとした歯応えがあって旨味もすっごい濃いんだよね。おお、待ってお前そんなでかくなったのか。俺叩きがこんな泳ぎ回ってるの久々に見た。待って、みんな大きくなったでしょめっちゃ。あの時よりミンミンがさちょうどアサリ食べてくれてる。見えづらいんだけどこのね強靭な足でアサリのね隙間に足を差し込んでアサリをこじ開けてこんな感じでね食べるんだよね餌を。ミンミンもめちゃくちゃ可愛いです。はい、みんなあれからさらに2日が経ちました。皆様にご報告があります。でかいカエルアンコウちゃんが亡くなっちゃいました。やっぱり呼吸が早くて別の寄生虫などがエラに寄生している可能性があって手遅れだったのかもしれません。だけどちっちゃいこのカエルアンコウちゃんなんとねたくさん餌食べてくれたんです。こちらの映像ご覧ください。うわ、たよっしゃ。食べた。あの後しばらく餌食ってなかったからめっちゃ心配だったけど、これが 0.006 秒の力。バズーカカエルアンコウ。めっちゃ見て奥タイヤ。最後この子だけはなんとかね病気乗り越えて今ねこんな感じでエビもたくさん食べて元気にね育ってくれてます。カエルアンコの寿命は長くて1年ちょっと。これから俺が大切に育てて大人にしていこうと思います。てな感じで今回もこの子のお名前募集していきます。コメント欄にどしどしお名前待ってます。皆さんここまで動画見ていただいて本当にありがとうございました。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしてます。てな感じでまた次の動画で会いましょう。ブワッ。